憂鬱クリピースプライト。前回の動画で歩くとグレイマンに切り替わっていたものを、この歩いてる状態をプロ生ちゃんに切り替えるっていうのを今回の動画でやっていきます。動画説明欄のリンクからこれですね、このサンプル画像をダウンロードしてもらって、ダウンロードした画像をテクスチャーフォルダーにドラッグします。この読み込んだテクスチャーを右クリックからスプライトアクション、ペーパー 2D テクスチャー設定を適用。で、この状態からこのデータをミップマップ全般設定をミップマップなしにします。で、保存。で、テクスチャー設定は済んだので、この状態から右クリックからスプライトを抽出。このオートで区切ってもいいんですけど、ちょっと座標位置が若干ずれるかなっていう気がするので、グリッド設定にして、スプライトアンダーバーを消して、セルの幅を128、セルの高さを128。この分割サイズにして抽出をします。で、この抽出したスプライトをスプライトフォルダーに移動します。ちょっと数が多くなってきたので、スプライトのフォルダーを分割したいと思います。アイドルフォルダーと、とりあえず今増えたウォークのフォルダー。アイドルフォルダーにアイドルを移動させて、ウォークフォルダーにウォークを移動させる。次にウォークフォルダーの中で、右を向いているやつ8枚。この8枚を右クリックからフリップブックに作成して、正面を向いている8枚を右クリックからフリップブックを作成。左を向いている画像を8枚選択して、右クリックからフリップブックを作成。後ろを向いているキャラクター8枚を選んでフリップブックを作成。で、この左上のキャラクターからちょっとスピードを調整しようかなと思うんですけど、このスピードの調整、どれくらいがいいかは好みにもよるんですけど、とりあえず8くらいにしておくと、速度的にはちょうどいいんじゃないかなと思います。で、この右下の3つに関しては、だいたい8くらいっていうのを確定したので、同じように設定するためにアセットアクションのプロパティマトリックスを一斉編集で、このフレームパーセカンドの値を8にして全てを保存にします。で、これでフリップブックの速度設定はできたんですけど、あとこの座標位置をちょっと調整しなきゃいけないので、この足が地面についてそうなやつをダブルクリックして、これのピボットモード、このピボットモードをボトムセンターっていう形にして、で、ここの高さを微調整するためにカスタムにして125で良さそうかな。こっちが125であってそうなので、125でいいという感じで、3ピクセル、マイナス3ピクセルっていうのが基本っていう形にして、このスプライト全体を選んで、プロパティマトリックスで一斉編集。設定するとしたら、もう一回ボトムセンターを選んで、カスタムにして、歩きは8枚ずつなので、0から7を選んだ状態で125。8から15を選んだ状態で3を引くので253。16から33を選んで381。で24から31を選んで509っていう形にして全て保存。こうすることで座標位置が足元に来ているっていう感じになるので、3ピクセルずつ、一番足元から3ピクセルずつちょっと上に上げているっていう状態です。で、フリップブックの名前をウォークに関してはプロアンダーバー001にします。で、正面向いてるやつは101。左向いてるやつはプロアンダーバー201。後ろ向いてるやつはプロアンダーバー301。これで歩き用のフリップブックをフリップブックホルダーに移動させます。これで素材の準備ができました。ここまでできたらキャラクターブループリントのBP Pro 4way、 前回このアイドル画像だけで、歩き画像とかはグレーマンのままっていう状態のやつを設定していきます。で、イベントグラフに行ってアップデートフリップブックのこのオプション1っていうのが、ちなみにこの設定の左側に設定されてるここの設定で歩いてたら1、歩いてなかったら0っていう形で、走ってたら2、ジャンプしてたら3、落下中だったら4っていう形の設定を、ここで設定しているので、そこに割り振られている数値がここの、アクションっていうかオプションの数値に反映されるっていう状態になっています。で、このオプション1に関しては歩きの設定なので、ここを001っていう形で検索して、プロ001っていうのがプロ生ちゃんの歩きなので、
ここを設定して、次が101。で、その次が201。で、その次が301。っていう形で設定することで、あとはプレイボタンを押してみましょうって感じですね。とりあえずこれで歩けるようになりましたって感じですね。で、あとはジャンプと落下、あと走りですね。その辺を次回やっていこうかなと思います。とりあえずここまでの応用というか同じことを次回以降やるっていう形なので、内容としてはここまででだいたいやり方の説明は済んだかなと思います。とりあえず反復っていうかやることは同じなんですけど、残りの作業も次回やってみようかなと思います。で、ここまでの工程で不明点があったらコメントいただければと思います。